やー、今ちょっとね、腰をやっちゃってまして先日ね、僕ちょっと旅行行ってたんですよ。昨日かな、一昨日ぐらいに、動画もね、アップしてると思うんですけれども、あとね、ちょっと腰やっちゃってそれが今長引いてて、なかなか辛いんですよ。頑張ってね、撮ってきたんでね、ぜひそちらご覧いただければなというふうに思うんですけど、でその中でね、ちょっと一個コメントをもらったので、ああいったね、家族 Vlog とかを作るには、奥さんの協力が絶対条件だと。それはもうおっしゃる通りなんですけれども、僕、奥さんのね、この協力を得る一番の方法は、もう奥さんのね、写真をきれいに撮ることかなと思ってるんで、はい。それがね、このビルトロックスのレンズ、結構いい感じに撮れるんじゃないかなというふうに思うので、はい。本日はですね、このビルトロックス 85mmF1.4 の、ちょっとね、レビューをやっていきたいなというふうに思います。で、以前ね、動画でも紹介した、ビルトロックス 35mmF1.2 を使ってから、結構ね、僕、このビルトロックスのイメージが変わって、しっかりと AF も聞きながら、非常にね、こう、描写性能も高く、これまで僕のイメージではサードパーティー製のねソニーの単焦点レンズといえば、シグマだったりタムロンが結構ねコスパ的にこう強いイメージだったんですけど、そこにですね今このビルトロックスが割って入ってきたなと思ってて、特にね価格面ではかなりこう優位性のね高いレンズとなってます。ちなみにね、ビルトロックスのレンズにはプロシリーズとラボシリーズっていうのがあって、ラボシリーズは技術検証も兼ねた結構こう実験的な製品っていう位置づけで、前に紹介した 35mmF1.2 はあれはラボシリーズに当たるんですけど、今回紹介するこの 85mm はプロシリーズということで、完成されたねこうプロ向け製品っていう位置づけになってます。じゃあそしたらね、スペックやお値段を紹介すると、まずスペックはこんな感じになっていて、お値段はですね Amazon で現在約98,000円くらいとなってます。このスペックでね10万円を切ってくるっていうのは、いやちょっと強いですねソニーのね純正の大体半分ぐらいですよ。ただし重量はね約 800g あるので、この部分に関しては、ソニーの純正とかシグマのレンズと比べるとおおむね大体こう 150g ほど、重たくはなってるんですけど、そこはちょっとこう価格とのねトレードオフっていったような感じですね。で外観を見てみるとね、当然、絞りリング、ピントリングとありまして、ピントリングはね、割とこう軽めな印象ですね。なので、微調整はね、非常にやりやすいかなというふうに思います。で、絞りリングはクリックのオンオフ切り替えが可能になっているんですけれども、このね、クリックがオンの時はかなりこう、なんかこうクリッキーな感じがしますね。個人的にはこれもうちょっとこう控えめでも良かったのかなっていう気は正直します。であとはね AF のオンオフの切り替えスイッチと、ここにねファンクションボタンが1つあって、このファンクションボタンはカメラ本体側から、機能の割り当てが可能となってます。でねちょっと1点気になったのがこれレンズの電源がオフの時にこうやってねレンズを振るとカタカタ言うんですよね。こんな感じで、こういった部分はねちょっと作りが少し甘いのかなっていうような気はしました。であと USB-C のポートがあるのと、Bluetooth も内蔵しているので、いずれかをね経由して、ファームウェアアップデートなどを行うこともできます。でそしてね写りはというと、画面の中心から周辺までねこのレンズかなりね高い描写力を持っていて、細部までね非常に高精細に写すことができるんですけれど、いい意味で極まりきってないというか、すごくねキャラクターがしっかりとあるレンズだなというふうに、個人的には思ってて、そこがね僕結構ビルトロックスの好きなところなんですよね。で面白いのが開放だとピント面のこう奥側には非常にこう滑らかにボケていくんですけど、手前側はねちょっとこうボケが硬いというか、癖のあるねボケ方をするんですよね。そして前ボケも後ろボケも結構コントラストが下がるので、これがね、結果的に F1.4 の狭いね被写界深度では、すごい面白い写りとなって、立体感がこう強調されつつも、フォーカスの範囲外はちょっとこうヴィンテージっぽい写りをするっていうような雰囲気がねあるんですよ。そのね二面性がこう一枚のこう写真とかに現れてくるっていうのがすごいね面白いキャラクターをこのレンズ作り出してるんじゃないかなというふうに思います。
個人的には自分の作風にねそのなんか感じがすごく合ってるなっていうふうに思ってて、ライトルームでこれまで作りためてきたヴィンテージ風のプリセットを当てても結構いい感じにねハマる写真がすごく多い印象でした。すごくね編集してて楽しかったですね。でハイライト部分なんかも結構ねソフトな印象ではあるんですけど、絶妙なこう柔らかさでドリーミーすぎず非常にね雰囲気のあるポートレートを撮ることができます。ただそういった特性があってか光がねこうダイレクトに入り込む場合っていうのは、がっつりフレアが出てコントラストはね結構顕著に下がる傾向にあります。割とねしっかりとゴーストも出るので、いずれもねこうクリエイティブに使って遊べればいいんですけれども、個人的にはねこうあまり好きではない出方をする時っていうのも正直あるので、逆光撮影時には、アングルをね結構調整して、気にしながらこう撮影する必要はあるかもしれません。また周辺原稿も開放ではね結構しっかり出てきます。ただこれもねだいたい F2.8 ぐらいまで絞ることによってだいぶね解消します。ライトルームのプロファイルっていうのがないので、補正をしたいっていう場合は結構ちょっとね手動で全部やらなきゃいけないので多少面倒かなっていう感じはあります。で背景ボケに関してはしっかりとこうとろけるようなね写りをするので、うるさいといったような印象は全然なかったです。ただしねセンターから外れると開放では玉ボケはね、すぐにこうレモン型になってくるかなといった感じなんですけど、これもね F2 ぐらいまで絞ればかなりね改善してきます。そしてね AF の速度に関しては、カテゴリー最速とは言わないんですけど、十分ね実用レベルかなというふうに思いました。で動画撮影でもね、問題なく使用することができますし、何よりねフォーカスブリージングに関しては結構良好な結果かと思います。はい、というわけでね最後に使ってみた、僕の感想なんですけど、いや前の 35mmF1.2 に続きこのね 85mmF1.4 も、非常にね撮影してて楽しいレンズかなと思いました。特にね開放ではすごくこうしっかりとしたキャラクターがあるレンズになっていて、好みはあるとは思うんですけれども 85mm でねポートレートを撮影するっていう上では、すごくね相性がいいんじゃないかなというふうに思いました。さっきもねお伝えした通り中央部分はね、かなりしっかりとシャープに映って絵全体が眠すぎるっていうこともなく、でもちょっとねクラシカルなテイストがあるというか、個人的にはすごくね好きなキャラかなと思います。で開放でもね絵全体でこうキレッキレにシャープに撮りたいとか、あとはすごくこうポートレートを寄りで撮影するっていう場合は少しやっぱりねちょっと癖が強めかなっていう感じなので、どちらかというと街歩きポートレートとかで使うレンズかなっていう印象でしたね。ただ F2.8 以上になれば絵全体がこうすごく素直な写りをするレンズになっているので、いやーこれはちょっと日本のレンズメーカー勢はなかなかうかうかしてられないんじゃないかなと正直思っちゃいましたね。というわけで以上がね、簡単ではあったんですけど、このねビルトロックス 85mmF1.4 の、僕のねレビューでございました。参考になったよという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価で、応援していただけると嬉しいです。はい、というわけでそれでは皆さんまたでは次の動画でお会いしましょう。ピース。